はい、今回はベガスプロでこんな感じの文字のタイピングアニメーションの作り方をご紹介していきます。こういった文字のアニメーションの作り方をこれまで質問を多くいただいていたのですが、動画編集ソフトであるベガスプロでは作れなくはないけどちょっとめんどくさいよと、スマートに作ることはできないよというふうにお伝えしていたのですが、ここに来てスマートに作れる方法を見つけましたので、今回はそちらの方法をご紹介していきます。今回この方法を見つけたいきさつなんですけども、最近仕事の関係で Adobe の編集ソフトプレミアプロを使うことが多くなっていました。でその中で同じように文字のアニメーションやモーショングラフィックスが、どの程度この編集ソフトの中で作れるのかなというふうにいろいろ試しながら研究していたのですが、すると結構いろいろと作ることができました。そしてふと思ったのが、この方法と同じ方法をベガスでもできないかなというふうに思い、実際に試してみたところできたというのが今回のいきさつとなります。僕自身、こういったアニメーションを作るときは専用ソフトのアフターエフェクツを使っていましたので、こういったベガスなんかの動画編集ソフトの中でアニメーションを作ることが、まずなかったというのもあって、こういったアニメーションの機能に気づいていなかったというのが、実情となります。ですので今回は改めてベガスの中の文字のアニメーション機能の使い方をご紹介していきます。では実際に作業を行っていきます。まず文字のレイアウトを作成します。メディアジェネレーターから旧テキストを配置します。さらに単色で背景も配置します。背景の色を変えていきます。こんな感じとしておきます。次に文字を設定していきます。打ち替えます。そして文字のサイズを変更。こんな感じですね。ではこちらの文字でタイピングのアニメーションを作っていきます。せっかくなのでさらに縦線としてカーソルも作っておきます。アニメーションさせる前にまず設定しておく重要なところが2つあります。この文字をまず左寄せにしておくこと。そして配置。これを中央左に設定しておくこととなります。文字の配置は後でまた設定できますので、このアニメーションを作るときはまずこの状態で始めます。では準備が整いましたのでアニメーションを作っていきます。アニメーションはこのアニメーションをクリックするとタイムラインが出てくるので、ここで設定を行っていきます。今回のケースは決めの状態から作っていきますので、例えば5秒を基準にして始めます。これがデフォルトのキーフレームですね。5秒に移動します。このキーフレームには5秒の時にこの文字のこの設定の状態が記録されています。ですので、ここを基準にこの設定を変えていきます。単純に今回の場合タイピングですので、文字が増えていくと。で、時間を戻っていくので文字が減っていくように作っていきます。例えば、5秒スタートで5コマ戻ります。そして文字を1つ消します。すると、文字が1つ消えました。このカーソルをメディアのタイムラインと同期にチェックを入れることで、ここのカーソルとこの上のカーソルを同期させることができます。これで、この4秒25フレームの時に文字が1文字減った状態になりました。こんな感じですね。5フレーム進むと文字が1文字増えると。これを繰り返して文字を減らしていきます。さらに5フレーム戻ります。25フレームから20フレームに移動して1文字削除。さらに5フレーム戻って1文字削除といった感じですね。繰り返していきます。ここはスペースも一緒に削除しておきます。
そして5フレーム戻って3秒25フレームで1つ削除。20で1つ削除。15で1つ削除。10、5。これで文字がすべて消えました。プレビューで確認してみます。こんな感じですね。これでまず一文字ずつ文字が出てくるようになりました。そして今これ文字が出てくるときに変な感じで動いていっているのですが、これはこのキーフレームの補完が働いているためです。最初のキーフレームを選択し、シフトを押しながら後ろのキーフレームを選択すると全てのキーフレームが選択できます。そしてキーフレームを右クリック。この補完方法リニアフェードからホールド補完なしにします。すると、こんな感じですね。これで変な動きはなくなりました。さらに次はカーソルの点滅を作っていきます。一番最初のキーフレームからさらに5コマ戻ります。そしてこのカーソルを選択してコントロール X で切り取ります。さらに5コマ戻ります。コントロール V で貼り付け。これを繰り返します。5コマ戻って、コントロール X で切り取り。5コマ戻って、貼り付け。そしてまたキーフレームの保管方法をキーフレームを選択して右クリックのホールド。すると、こんな感じで点滅してからタイピングするアニメーションとなります。スタートのアニメーションが設定できましたので、すべてのキーフレームを選択し、0秒スタートに移動します。こんな感じですね。あとは同じように最後のカーソルの点滅を追加していきます。最後のキーフレームに移動して、1、2、3、4、5コマ進めて、コントロール X。5コマ進めて、コントロール V で貼り付け。切り取り。貼り付け。切り取り。貼り付け。最後はない方がいいですね。5コマ進めて切り取りで終わると。これでタイピングのアニメーションが完成しましたので、あとは配置を調整していきます。配置の調整はイベントパンクロップで行います。今、同期カーソルがオンになっているのでオフにします。そして、左ですね。イベントパンクロップを左に移動してセンタリングしつつ、サイズなんかも微調整。これで完成となります。速度の微調整は通常のレイヤーと同じでタイムストレッチですね。コントロールをしながら縮めると速くなったり、伸ばすと
ゆっくりになったりしますので、後から微調整することができます。今回は以上です。またお会いしましょう。